Do not press when I will fall.
Lyrics. I forgot the lyrics after you should know the lyrics.大敗の悔しさが球場全体を包み込み、ロサンゼルス、ドジャースの選手たちが静かに荷物をまとめ始めていた。誰もが言葉少なにクラブハウスを後にしようとしている。歓声が消えたスタジアムには、敗戦直後ならではの重苦しい空気だけが漂っていた。そんな中、一人だけ、誰も予想しなかった行動をとる選手がいた。その人物こそ、大谷翔平だった。しかし、この直後に起きる出来事を知る者は誰一人としていない。もしこの場面を映像で見ていたなら、多くの人はこう思ったはずだ。治療へ向かう途中なんだろう。それほどまでに、大谷の左膝の状態は深刻だった。この日の試合でも本塁打を放ちながら全力でベースを駆け抜け、その代償として左膝は大きく腫れ上がっていた。歩くだけでも痛みをこらえていることが伝わるほどで、試合後には関節液を抜く処置を受ける予定が組まれていたのである。一刻も早く医療スタッフのもとへ向かう。誰もがそれを当然だと考えていた。ところが、大谷は出口へ向かう途中で、静かに進む方向を変えた。その瞬間だった。あれ？少し離れた場所でその姿を見ていた機警。フェルナンデスが思わず足を止める。大谷の両腕には、一つの箱が大切そうに抱えられていた。ただ荷物を持っているようには見えない。難動に抱えるでもなく、急いで運ぶでもなく、まるで壊れやすい宝物を扱うように胸の前で静かに抱えている。その姿が、キケの胸に小さな違和感を生んだ。何だろう？しかし次の瞬間には、その疑問もすぐ消えた。きっと誰かから預かった荷物だろう。そう考えたからだ。今の大家には、自分の身体を優先する理由しかない。数週間もの間、過密日程の中でチームを支え続け、打者として結果を残し続けながら、投手復帰へ向けたリハビリも並行してこなしている。毎日のように押し寄せる取材、世界中から注がれる期待、そして日に日に悪化していく左膝、疲労も痛みも限界に近かった。だからこそキケも、少しだけ子供たちに手を振って、そのまま帰るだけだろう、と思い込んでいたのである。だが、その予想は、
この後完全に覆されることになる。実は、この小さな箱には、数週間前から始まっていた一つの約束が詰まっていた。それは誰も覚えていないと思われていた。本当にささやかな出来事だった。数週間前、ドジャースタジアムのファミリーエリア、試合前の穏やかな時間に、キケ、エルナンデスの娘、ペネロペは偶然大谷と話す機会を得ていた。緊張しながらの、目を輝かせるペネロペ。彼女が夢中になって話していたのは野球ではない。日本文化だった。着物が大好きなの。日本のお辞儀って、とても綺麗だと思う。幼い少女は、覚えたばかりの日本の文化について嬉しそうに話し続ける。その話を、大谷は最後まで笑顔で聞いていた。せかすこともない。時計を見ることもない。一つ一つの言葉に耳を傾けながら、静かにうなずいていた。そして会話の最後、大谷は優しく微笑みながらこう言った。今度、特別なプレゼントを持ってくれよ。その一言に、ペネロペは満面の笑みを浮かべた。しかし、それからの日々は想像を絶する忙しさだった。ドジャースは過酷な連戦へ突入。大谷は毎試合のように打席へ立ち、チームを引っ張り続ける。本塁打を放てば歓声が響く。勝負どころでは相手投手から最大級の警戒を受ける。さらに投手復帰へ向けた調整も続き、スケジュールは分刻み。その一方で、左膝には少しずつ関節液が溜まり始めていた。試合後には足を引きずる姿も見られるようになり、痛みは日に日に強くなっていく。それでも大谷はグラウンドに立ち続けた。誰にも弱音を吐かず、自分の役割を果たし続けたのである。そんな毎日を見ていたキケは、あの日の約束を自然と忘れていた。いや、正確には、忘れた。というより、もう無理だろう、と思っていた。世界一忙しいスーパースターだ。試合、リハビリ、移動、治療、メディア対応。その中で、ファミリーエリアで交わしたほんの数分の会話まで覚えているはずがない。だから娘にも、その話題を二度と口にすることはなかった。期待させてしまう方がかわいそうだと思ったからだ。そして迎えた、この敗戦の日。ファミリーエリアには、試合後の静かな時間が流れていた。家族連れも少しずつ帰り始め、人影はまばらになっていく。キケは妻と子供たちのそばで帰る準備をしていた。その時だった。遠くの通路から、一人の男がゆっくりとこちらへ歩いてくる。左膝をかばいながら、それでも歩みを止めない。胸には、あの箱を大切そうに抱えたまま、周囲の視線が、静かにその背中へ集まっていく。まさか、キケはまだ、その意味に気づいていなかった。しかし次の瞬間、その場にいた全員の時間が止まるような出来事が始まろうとしていた。大谷翔平は、迷うことなくペネロペの目の前で立ち止まる。大谷翔平はペネロペの目の前で静かに立ち止まった。その場にいた誰もが息を飲む。敗戦直後のクラブハウス周辺とは思えないほど、時間だけがゆっくりと流れ始めた。左膝には痛みが残っている。これから病院へ向かい、関節液を抜く処置を受けなければならない。それでも大谷は一切その素振りを見せることなく、小さく身をかがめ、ペネロペと同じ目線までゆっくりと腰を下ろした。そして、穏やかな笑顔を浮かべながら、たった一言だけ口にした。約束を守りに来たよ。その瞬間だった。キケ、エルナンデスは思わず言葉を失う。頭の中が真っ白になる。数週間前、ファミリーエリアで交わされた何気ない会話。あの日の約束を、本当に覚えていたというのか。いや、それだけではない。この忙しさの中で、実際に準備までしていたという事実に、信じられない思いがこみ上げてきた。ペネロペの驚きで目を丸くし、一瞬だけ父親の顔を見つめる。キケもただ黙ってうなずくことしかできなかった。すると少女は両手で大切そうに箱を受け取る。その手は期待と緊張で少し震えていた。周囲にいた家族やスタッフも自然と足を止め、その様子を見守り始める。まるで球場全体が、この小さな出来事を静かに見届けようとしているかのようだった。ペネロペがゆっくりと箱を開ける。次の瞬間、わあ、思わず小さな歓声が漏れた。箱の中には、一着の美しい子供用の着物。丁寧に折りたたまれたその着物は、柄も帯も見事に揃えられ、一目見ただけで特別に用意されたものであることがわかる。
急いで買った品ではない。サイズまでしっかり合わせられている。つまり大谷は、あの日の約束を覚え続けながら、忙しい日々のどこかで時間を作り、この日のために準備していたのである。その事実に、池は再び息を飲んだ。毎日のように試合へ出場し、ホームランを量産し、世界中から注目を浴びる男が、誰にも気づかれないところで、一人の少女との約束を守るために動いていた。誰がそんなことを想像できただろうか。ペネロペは嬉しそうに着物を手に取った。しかし次の瞬間、その表情が少し困ったように変わる。どうやって着る？当然だった。着物を見るのは好きでも、実際に着たことはない。襟はどう重ねるのか、帯はどこで結ぶのか、全くわからない。すると大谷は何も言わず、自分の荷物をそっと床へ置いた。そして痛む左膝をゆっくり曲げながら、その場に片膝をつく。その姿を見たキケの胸が締め付けられる。そんなことまでしなくていい。心の中ではそう叫んでいた。しかし大谷は気にも留めない。目の前にいるのは、一人の野球選手ではなく、一人の少女。その笑顔だけを見つめながら、着付けを始めた。まずは襟をこう重ねるんだよ。優しい声で説明しながら、一つ一つ丁寧に布を整えていく。左右を確認し、襟元をきれいに合わせる。袖の位置を少し直し、布が自然に落ちるように軽く整える。さらに帯を手に取ると、ずれないよう慎重に位置を合わせながら、ゆっくり締めていく。その指先には一切の迷いがない。まるで昔から何度も繰り返してきたような自然な手つきだった。ノビーには静かな空気が流れていた。誰一人として話そうとしない。ただ、大谷の動きを見つめている。その姿には焦りが全く感じられなかった。これから病院へ向かわなければならない。左膝は今も腫れている。一歩動くだけでも痛みが走るはずだ。それでも大谷は、一枚一枚の布の折り目を整え、袖の長さを確認し、帯を少し締め直す。ほんのわずかな乱れも見逃さない。その丁寧さに、キケはただ立ち尽くすしかなかった。試合では111マイルを超える打球を放つ男。437フィートの特大ホームランでスタジアムを熱狂させる男。その同じ手が今、一人の少女の着物を優しく整えている。なんという光景なのか。野球とは全く違う場所で、大谷翔平という人間の本当の姿が静かに現れていた。やがて最後の帯を整え終えると、大谷は一歩後ろへ下がる。全体を見渡し、着崩れがないことを確認すると、小さく満足そうにうなずいた。これで大丈夫。その言葉に、ペネロペの顔いっぱいに笑顔が広がる。そして次の瞬間、誰も予想していなかった出来事が起きた。ペネロペは姿勢を正し、大谷の前で静かに頭を下げる。そして、少し照れくさそうに、しかしはっきりと日本語で言った。ありがとうございます。そのお辞儀は、以前、大好き、と話していた日本式のお辞儀そのものだった。大谷はほんの一瞬だけ目を丸くする。まさかここまで覚えてくれているとは思っていなかったのだろう。しかし次の瞬間、優しく微笑み返すと、自らも同じように深く一礼した。その光景を見たキケは、胸の奥が熱くなるのを抑えられなかった。敗戦の悔しさの、スタジアムの重苦しい空気も、その瞬間だけは全て消えていた。だが、本当にキケの心を揺さぶる出来事は、この後のインタビューで明かされることになる。彼が初めて口にした。あの時、本当に勘違いしていた。という言葉が、スタジアム中の人々をさらに驚かせることになるのだった。大谷翔平はペネロペとヘルナンデス一家に穏やかな笑顔を向けると、最後に軽く手を振った。それ以上言葉を重ねることはなかった。静かに床へ置いていた荷物を持ち上げる。そして誰にも特別な素振りを見せることなく、そのまま出口へ向かって歩き始めた。左膝をかばうような足取り。一歩、また一歩。その先に待っているのは病院での処置だった。関節液を抜くための治療はもう予定されている。普通なら1秒でも危うく向かいたい状況だったはずだ。それでも彼は、その数分間を一人の少女との約束のために使った。キケ、エルナンデスは、その背中から廊下の奥へ消えていくまで、ただ黙って見送り続けていた。何度もチームメイトとして同じ時間を過ごしてきた。数えきれないほど試合を戦ってきた。
それでも、この日の大谷の姿だけは今まで見てきたどんなプレーよりも強く心に焼き付いたという。試合後のクラブハウス、インタビューに応じたキケは、静かに当時を振り返り始めた。正直に言うと、最初は家族に挨拶をしに来ただけだと思ったんだ。そう切り出したキケの表情には、今でも驚きが残っていた。試合には負けたし、みんな早く帰ろうとしていた。それに翔平の膝がどれほど悪い状態なのか、僕たちは毎日見ていた。ホームランを打った後の、あの痛む足で必死に走っていたんだ。だから家族のところへ歩いてくる姿を見ても、子供たちに手を振って、そのまま治療へ向かうんだろう、としか思っていなかった。少し間を置き、キケは首を横に振る。あんなことが起きるなんて、本当に想像もしなかった。さらに、一番印象に残った場面はと質問されると、迷うことなく答えた。プレゼントじゃない。その一言に、周囲の記者たちも思わず耳を傾ける。一番覚えているのは、翔平が静かに荷物を置いて、何も言わずに片膝をついたことなんだ。あの膝は腫れていた。テーピングも巻いていた。そしてこの後病院へ行って関節液を抜く予定だった。それなのに彼は痛みなんて忘れたみたいに、一つ一つ着物の折り目を整えて、帯を締め直していた。あの瞬間の彼には、急ぐ理由なんて存在していないように見えた。まるで世界で一番大切なのは、その時間なんだと言っているようだった。その言葉には実感がこもっていた。続いて話題は、着物が用意されるまでの経緯へ移る。キケは少し笑いながら、当時の自分を振り返った。僕は、もう忘れていると思っていたよ。娘が着物の話をしたのは何週間も前のことだった。その後チームは連戦が続き、翔平には毎日の試合、プレッシャー、そして膝の痛みがあった。考えなければならないことなんて山ほどある。だから、あんな何気ない会話まで覚えている人なんていないと思った。娘にも、その話はもうしなかった。期待させたくなかったからね。しかし、その考えは完全に間違っていた。大谷は忘れていなかった。それどころか、エネロペにぴったり合う着物を探し、この日のために静かに準備していたのである。誰にも知らせず、誰にも見せることなく、そして約束の日が来るまで、ずっと胸の中にしまっていた。キケは、大谷が娘の前で口にしたあの一言についても、深く印象に残っていると語る。約束を守りに来たよ。本当に、それだけだった。大げさな言葉じゃない。感動させようとしていたわけでもない。でも、その一言で全てが変わった。あの瞬間、僕は本当に何も言えなかった。娘のためにサイズまで合わせた着物を準備していたなんて、家族の誰一人知らなかったからね。そして最後に、キケは少し目を潤ませながら、自分の胸に残った本当の思いを口にした。結局、僕の中に残っているのは着物そのものじゃない。もちろん素晴らしい贈り物だった。でも本当に忘れられないのは、翔平があれだけ多くのものを背負っている中で、それでも一人の子供をがっかりさせないことを選んだという事実なんだ。敗戦の悔しさもあった。身体には強い痛みもあった。メディアからの注目もプレッシャーもある。それでも彼は立ち止まった。車へ向かう理由なんていくらでもあったし、誰も責めなかったはずだ。でも彼は違った。約束を守ることを選んだんだ。このエピソードは試合後の解説でも大きな話題となった。アナリストのロン・ダーリングも、この出来事に深い感銘を受けた一人だった。私たちが見ているのは、敗戦直後の選手です。しかも怪我を抱え、この後すぐ医療処置へ向かわなければならない状況でした。この日、大谷は437フィートの特大ホームランを放ちながら、その後は足を引きずって走っていました。普通なら1秒でも早く球場を離れ、治療を優先するでしょう。しかし彼は、小さな約束のために立ち止まったのです。さらにロン・ダーリングは、その行動の放出についてこう語った。重要なのは、着物という贈り物ではありません。本当に価値があるのは、彼が何を優先したかです。プロスポーツの世界では、身体は最大の財産です。だからこそ、多くの選手は回復を最優先に考えます。それは決して間違いではありません。しかし彼は、自分の痛みよりも、一人の少女の笑顔を優先した。世界でも最も忙しいアスリートの一人でありながら、
その忙しさを約束を忘れる理由にはしなかったのです。そして解説の最後、ノーン、ダーリングは静かにこう締めくくった。もし大谷翔平の本当の凄さは何かと聞かれたら、私は111マイルの打球速度とも、驚異的なホームラン数とも答えません。もちろん、それらも歴史に残る偉業です。しかし同じような記録を残す選手は、この先現れるかもしれない。けれど、大きな重圧が全て自分へ押し寄せる中で、小さな約束を決して手放さない人は、そう多くありません。治療へ向かう直前、一人の少女のためにしゃがみ、着物を丁寧に着せてあげる。その何気ない数分間にこそ、大谷翔平という人間の本当の姿があるのです。だからこそ、人々はホームランだけではなく、その人間性にも心を動かされる。グラウンドでは誰よりも勝利を追い求めるスーパースター。しかしグラウンドを離れれば、一つの約束を何よりも大切にする一人の人間。その姿は、この日スタジアムにいた人々の記憶に、試合結果以上に深く刻まれることになった。